こんにちは。お元気ですか？今日は1月14日の水曜日ですね。おととい1月12日の月曜日は成人式だったみたいですね。ちょっとね、その日今日が成人式だっていうのに私気づかなくって、次の日に、昨日成人式だったんじゃんっていう風に気づいて、ちょっと出かければよかったなと思いましたね。外に出たら、このお着物の子とかがね、もしかしたらちらほら見ることができたかもしれないので、そうそう、せっかくだからなんか着物とかちょっと見たいじゃないですか。なので出かければよかったななんて思いました。冬の時期はね、寒いんで、家から外に出るのが2日に一遍か3日に一遍になっちゃうんですよね。つまりスーパーに行くのが2、3日に一遍になっちゃうんですけれども、もう基本的に引きこもりの生活なんでね。だからその成人の日もね、別に今日スーパーに行かなくても食材あるから出かけなくていいかと思って一日引きこもってたんですけれども、その日スーパーに行く日にしときゃよかったなっていうふうに思いました。もうね、20歳の子なんてね、私からしたらちょうど自分が子供を産んだらそれくらいだなっていう世代だなっていうふうに思ったりするんですけど、今私は48歳ですのでね、28歳の時に子供を産んでたらその子が今20歳っていうくらいなわけですよね。そう考えると、私と世代が近いこの私の友人とか友達とかね、同じか友人とか知人とかね、だいたいもうそれくらいの子がいるんだなぁなんて思いましたね。もう早くに産んだ子なんてね、もうもう30近くね、子供が30歳ぐらいになってたりとかするくらいなんで、いやもう私も本当そういう年になったんだなぁなんてしみじみ思ったりしますね。自分が子供を産んでたら、その子がもう大人と呼ばれるような年になる頃なんだなぁと。28歳で産むのはおそらくちょっと私からすると早いと思うので、もし私が子供を産んでたとしたら、32歳とかね、せいぜいね、それくらいで産んでるだろうなって思うので、そうするとね、まだ私の子供は高校生とかね、それくらいかもなーなんて思ったりしましたね。もし自分が子供を産んでたらっていう話ですね。産んでないからわかんないんですけども、でも人生どう転ぶかわかんないじゃないですか。どう転ぶかっていうのは過去の話ですけれども、なので何らかで私もね、この子供を産むっていう選択を取った可能性もあるし、結果としては結婚とかせずに子供も産まないっていう選択になったっていうね、結果論が今の自分なので、なんかね、その自分がその20歳ぐらいとか、その頃この先私どうなってくんだろうっていろいろ考えたりとかしてたんですよね。だからその頃全く先が見えないって思ってた私が今の私から俯瞰して見てみるとなんか結局結婚しなかったみたいよみたいな、子供もだから産まなかったみたいよって、で子供産まないまま今もうすぐ閉経しそうなんよみたいなねそんなことをね、タイムスリップしたら教えてあげることはしないけど、なんか楽しみというかね、この先そうなんだって思っちゃうとね、もうそっちに寄せられていくじゃないですか、人生が考え方がね。なので言わないけど、そういうことをね、未来の自分みたいな感じでね、思ったりとかしますね。あの頃この先どうしようとかいろいろ思ってた20代の頃とか、私もね、結婚とかこの先どうしようかなってやっぱ20代の前半の頃とか考えたりしましたよね。私ももういわゆる大人という年齢になって、自分で仕事もして自分でどこにでも行けて、自分でその付き合う相手も選べて、付き合う相手っていうのは友達であったりとか、いわゆる
男性、恋愛関係の相手であったりとか、そういう付き合いっていうのも自分で選んで自分で選択してっていう感じになってきたわけですけれども、それでもね、いろんなしがらみしがらみがあって、なかなかこうねっていうのはやっぱあったりするじゃないですか。でもね、今から思うとやっぱり20歳とか、20歳まで待たなくてもいいんですけど、中学生とか高校生ぐらいになるとどんどん自分がその人個人としての自我っていうのが芽生えてくるんでね、それまではいわゆるこう言っちゃあれですけど、洗脳タイムというかね、周りのあれによって自分の人格がだいぶ左右されてるっていうかね、そういうあれですけれども、体とか脳みそとかもね、もう中学高校ぐらいにはだいぶ発達してきて、自らいろんなものを組み合わせて考え出すとかね、自分の経験値によって何か決断を出していくとかね、そういうのも出てきて、自我の確率っていうのがだんだん確かなものになっていくと思うので、20歳とかね、それを過ぎていくと、さらに自分で自分を洗脳していくタイムというかね、自分で決めていくタイムになっていくわけじゃないですか。だからね、結構そこをね、過去の事例とかね、過去の経験の事例とかね、そういうのにね、惑わされずに、それを惑わされるというかね、それを五章大事に抱えるっていう選択をするのも自分だったりとかするので、なんていうか、自分で考えて自分で結論を出してもいいんですよっていうのをしっかりと自分の中に確立していった方がいいなっていうふうには思ったりとかしましたね。やっぱりまだいろんなものが柔らかく固まってない時っていう時期でもあると思うので、20歳とかね、それ前後っていうのはね、なのであの後自分も結構頑張って生きてきたなっていう風にしみじみと思ったりとかしますけれどもね、その20歳から見るとプラス28年経ったわけですけれども、20歳の自分からしたら40代っていうものがね、想像できなかったですもんね。40代の自分どうなってるかなとか、おばさんの自分っていうのが信じられないし、もう見た目が衰えてきてるとか、そういうのがなんかちょっとイメージできなかったですよね。でもこういう感じかっていう風に今しみしみ思いましたね。で、自分が20歳の頃想像していたよりも、見た目とか、あと中身とか、そういうのは40代はそこまでおばさんでもないような気がしますね。主観的なあれですけども、傍から見ておばさんっていうふうに思うかもしれないですけど。で、結構その40代前半から、今40代後半でもう50が見えてきたくらいの位置に私はいるわけですけども、そうするとね、やっぱり40代後半くらいからが、私の場合はですけども、いろいろ体調の変化とかね、そういうのがあったかなっていうふうに思いましたね。だから、私はもう下り坂、悪い意味じゃなくて、ネガティブな感じじゃなくて、単純にね、生物として、だんだん死に向かって下っている道のりを歩き始めたんだなっていうのを実感するのは40代後半ぐらいかなっていうふうに思いますね。下り坂って言ってもね、急激にガクンと落ちるわけじゃなくて、長い下り坂っていう感じですね。だからその下り坂の間にまだ全然元気で体力もあるし、場合によってはメンテナンスによってはちょこちょこその下り坂の中でもちょっと上に上がったり下に落ちたりとかいうのを繰り返しながらっていう感じですね。人間下り坂になってからも結構長いので、なんていうのかな、別にそんなネガティブな感じでは意外とっていうかなかったなっていうのは思ってますね。どちらかというと、人にもよるかもしれないですけど、若い頃の方が結構苦しみとか多い気がしますね。苦しくない人もいるのかな
かもしれないですけど、なんていうか、すごい、その中でもただ自分で、こう、その都度その都度楽しいこととか幸せなこととかは掴んでいくっていう、そういうエネルギーもあるわけですけれども、やっぱりこう苦しいことが苦しい時期っていうのは若い頃は特に苦しみに揉まれるのかなっていうふうには思ったりしましたね。なので、こう今私は若くはなくて、いわゆる中年期ど真ん中、中年で体力も落ちてきたし、見た目も老けてくるし、まあ、病気とかも出始める年代だったりするじゃないですか。だからちょっと若い時より今の方が大変っていうか、つまらないっていうか、こうキラキラしてないっていうか、まあ一般的にはそういう感じに見られるかもしれないんですけども、まあ、私としてはね、まあもちろんそういう部分もあるんですけれども、ちょっとね、ほっとしてるっていう部分はありますね。なんていうか、やっぱり若い時期はいろいろめっちゃこう、ギラギラと楽しいこともあったけど、ギラギラと楽しいことをつかみに行ったりとか、思いっきり限界を目指していろいろやったりとかすることもあったけども、やっぱりこう、苦しみもそれなりにいい感じで、良くないけど苦しみにまみれっていうのを考えると、あなた今20歳に戻っていいですよ。もう一回20歳からやり直してくださいって言われたら、やったーじゃないですね。なんかもう一回、もう一回やんなきゃなの、みたいな感じですね。そうそう。ただ、もう今一回経験して二度目なんで、要領よくというかね、うまい具合に、あの、こもっといい感じに無駄な苦しみは避けて、過ごせると思うんで、まあ楽しくは過ごせると思うんですけれども、すごく20代とかもね、いい時間を過ごしたなと思うと同時に、いやー、今やり直してくださいって言ったら結構きつかったなっていうのはあるかもしれません。20代とか30代とかね。まあ、それは多分でも人によって結構差があると思うので、まあ、ちょっとあれですけども、ただ、中年と呼ばれる40代とか50代とかが、もう、その人生の中でメインイベント期間を過ぎてしまって、ちょっとあれなのかなっていうのを、その老いに対してイメージしてちょっと恐れるのであれば、意外とほっとしてるというかね、なんかこう、もう気を抜いてもう生きてもいいですよね、みたいな。そういうフェーズに若干入ってる感はありますよね。なんかもう若い頃あんだけ頑張ったから、これからはちょっとこう、楽に生きていいっすよね、みたいな。なんていうか、こう、たとえ自分がこの後、まあね、こう、60代、70代、80代、90代となって、さて死んじゃいましたってなっても、なんかある程度もう若い時にあんだけ頑張ったから、まあ、その後半ダラダラっと過ごしてマイペースでのほほんとコーヒーとか飲んで過ごしてても、何もしなくても、もうなんか別に特別悔いはないというかね、そういうのはあるかもしれません。で、それはね、私がこの後の人生何もしませんとか、そういう意味ではなくて、なんていうのかな、若い時間にそこそこもう、こう、ある程度できる限りのことを、まあ、自分的にですけれども、できる限りのことはやったかなって思うんで、できないことは結局できなかったんですけど、やろうとしても。まあ、なので、この中年期になったら、なんて言うんだろう、その年齢的に今頑張んなきゃみたいな年齢じゃないじゃないですか、別に。なんか自分がこう、今20代とかね、まあ、もしくは30代とかだとね、今やらなければとか、こう、今こう、まだ体力的にもあれだし、脳みそ的にも吸収があれだし、あと経験値も増える時期だし、若いっていうのは、こう、すごくこう、チャレンジしやすいし、こう、位置的にね、こう、人から教わるっていうのもやりやすいしとか、まあいろいろまだ持ってない部分もあるからやりやすいしとかね、そういうのもあって、
いろいろ今やんなきゃ、頑張んなきゃ、止まっていちゃダメだ、こんなんじゃダメだみたいなね。なんかもう日向ぼっこしてる場合じゃないみたいなね。そういうふうになんかやんなきゃ的なね。あと何かをやったとしてもちゃんとやりきっただろうかとか、失敗したとしてもね、失敗して全然それが無駄に終わったとしても、こうなんていうか、こう大失敗したけどやりきったと自分は言えるんだろうかとかね、そういうふうに自分をこう責めるっていうか、そういうふうに思うじゃないですか。なんかそういう期間のような気がするんですよね。期間のような気がするんですよねっていうのは、感覚的にそう思っちゃう期間。それに対して今の私はもういわゆるアラフィフ世代になってくると、今そんなにガツガツ頑張ったらストレスとか溜めすぎたらあなた脳一血起こしますよとかあとは女性の私の場合とかだと更年期でね、ちょっと体調が優れないとかね、そういうのもあるんで、そういう時に無理にこう変に気合とか根性で頑張っても負のスパイラルを起こして、さらに体調が悪くなって、体調が悪くなるからこそこう持久力が減ってとか、頑張れないとか、うまくアイディアが出ないとか、そういう風になるので、逆に休む方が正義みたいに、正解という風にね、休む方がコスパがいいとかね、そういう風になってくるんですよね。効率がいいというかね。なので今の時期は逆にがむしゃらに頑張るのではなくて、こう頭ではこうちゃんと戦略を練るっていうのは大事だけども、休むこと、ほっとすること、楽なことをすることっていうのが大事ですよねっていうそういう時期なので、こう止まっててもいいんですみたいな、逆にちょっと一旦止まった方がいいですよみたいなねそういう感じなので、そういう意味ではこう一旦こう階段の踊り場みたいなね、一旦踊り場にやってまいりましたみたいな感じでね、ちょっと今一息つきましょうみたいな、この20代30代40代前半ぐらいまでこうバーってやってきたところをね、一回休んでいいっすよみたいな。でいろいろ溜まった海みたいのを一回出してみてもいいですよみたいなね。そこでこう逆にね、しっかり落ち込む時には落ち込んで出し切って正常に戻ればいいですみたいなね。そういうこうメンテナンス期間みたいなね感じもするので、で場合によってはね、そのメンテナンスとかね、こうのんびりとかこうしてるのが楽だったら、そのままずっとのんびりしたまま死ぬまで生きててもいいような気もするんで、なんかある意味ほっとしたかなっていう感じですね。こう言うとね、若い時しかできないんだから今頑張りなさいみたいなね、そういうイメージもあると思うんですけども、どっちかっていうと若い頃ってそもそもこう体の中からエネルギーが湧き上がってきちゃうんで、なんかしちゃうと思うんですよね。なんかしちゃったりとか、ちょっと隙間ができたら友達と遊びに行ったりとか、飲みに行ったりとか、ちょっと暇なんだけど今何してる？じゃあちょっと飲む行かないとか、なんとなくあそこ行ってみようと思うんだけど一緒にドライブ付き合わないとか、そんな感じでね、自然にこうエネルギーが湧いちゃうと思うんで、それをね別にこう仕事とかね、何かこう学ぶこと、勉強することとかね、そういうことだけに注ぐのがなければならないっていうわけじゃなくて、その頑張らなきゃならないとか、若い時だからもっとこう頑張れっていうのは楽しいことを頑張れっていう風に言い換えてもいいと思うんですよね。だから思いっきりアニメ見まくるとかでもいいし、ただね、外にもある程度出たりとか、やっぱりね、体力がある時っていうのはね、体力使うことをやっとくのには一番いい時期なんで、思いっきりインドアも楽しむけど、時々こう外に出たりとか、体力が使うこととか、できたらね、そういう体力を使うことが趣味になったりとか、こうハマっちゃったりとかするのが一番こういいので、
好きでやっちゃうみたいな感じでね、そんな感じでこう若い時代はね、いろいろ楽しめばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとこうそういうふうに大人になってきたら、自分で自分を洗脳していくタイムに入ったので、そこはね、こうなんていうかね、こうなんていうのかな、こう操縦席をこう他人に委ねるのではなくて、自分で操縦してみる。たとえそれがある程度こう一般的な多数決な意見からちょっと逸しているようなことであっても、一回それをこう良しとして、それを実際にこう表に表現するかどうかは別として、自分でねこう自分はこうなんだっていうふうに操縦してみるっていうのもね、OK かなっていうか、逆に自分で判断していいんですとか、自分で操縦していいんですっていう癖をね、どんどんつけていかなければならないんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり子供の頃とかはね、環境っていうのはある程度こうなんていうか運というかね、もうあるので変えられないと思うんで、子供の頃って自分でこう生きていけないじゃないですか。なのでそこはそことして、大人になったらね、いろいろね、それまでの環境によっていろんなアドバンテージとかね、あるとは思うんだけど、自分洗脳タイムに入ったので、ちょっとまた同じこと言っちゃった。好き勝手にやってくださいっていう感じですね。世界に放たれましたあなたはみたいなね時間なので、それでもね、こういろいろトラウマ的なものとかからはなかなか放たれないとか、そういうパターンもあるとは思うんですけども、自分洗脳タイムになったので、それはマイペースで生きていけばいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。そんな感じでちょっと自分でもね何を言ってるのかちょっと分かんなくなりましたけども、一昨日が成人の日だったっていうことでね、自分が若い頃とかを思い出したりしたよっていう感じですね。で、こう下り坂に入っている私、中年期の私でございますが、中年もねそんな悪い感じではないかなっていうふうに思いますね。もちろん見た目とかはね、そりゃ若い時の方が可愛いですよ可愛いし美しいですよ。肌が綺麗だったりとか、ほうれい線がなかったりとかねこう笑った時とかも可愛いし、こう動きとかもねこうキビキビしてますし、肌感とかもねこう弾けるような感じでねメリハリもありますよ。出てるところは出て、引っ込むところは引っ込むっていうメリハリがありますけども、それがねだんだんこうバームクーヘンを作っていく過程のようにね、徐々にこう丸太に近くなっていくというかねそういうのもあるんですけど、ある意味ねそういうところからもう離脱したということは楽に生きれるということなのでただね、世の中には見た目に関しては50代とかでもね素晴らしいプロポーションを保っている人がいて、最近は SNS とかでねそういう発信してる人とか多いじゃないですか。それをマネタイズしてる人もだいぶ多いと思うんですけど、つまりそういう人はね、マネタイズしてる人はある意味プロフェッショナルでございますので、それで稼ぎたいとかね、そういう目的があって、もしくはねそういう人がこう人々にねこう健康を保つ上でのそういう情報提供してるんで素晴らしいと思いますので、それはまた別の話で、なんていうかこう見た目がみんな久しくじゃないや等しくこうおばさんとかねおじさんになっていくので、ルッキズム的なものからはねある意味こう解放されていく離脱していくフェーズに入るのは楽だと思いますね。私はもともとね若い頃からどっちかというとあんまりそういう見た目とかを気にするタイプではなかったので、もともとそんなに気にしてなかったんですけど
それでもやっぱりね、太るとかね、デブになるとかね、そういうのは気にしちゃってたので、まあ今はね、そのスタイル、見た目よりもね、健康ですよ。大事なの。中年になってたらね、こう、腹が出てるとか、見た目が太ってるとかはね、見目麗しさの問題というよりもね、イコール、あなたは、健康的にやばいですっていう部分になるので、ちょっとした小太りぐらいだったら逆に、ちょうどいいというかね、中年になるのとね、小太りが普通ですみたいな感じになるんですよ。SNS とかで発信されているスタイルの素晴らしい40代、50代、60代の方とかは普通じゃないんですよ。あれは普通に生きてたら、小太りになるんですよ、中年っていうのは。ただもともと体質的にね、こう、痩せ体質の人とかは別かもしれないですけども、普通に生きてたら小太りなんです。だから、プロポーションいい、中年以降の方っていうのは、プラスアルファで痩せる何かをしているから、プロポーションなんですね。そうそう。だから、そういうことです。誰に対して言ってんのかな。そういうことで、そういうことなんですね。ちょっと自分でもなんかね、言いたかったような気がするんだけど、何を言いたいのか分かんなくなっちゃったんで、ちょっとこの辺までにしときますけど。若い方は楽しい若い、こう、若者ライフを、中年の方は、ちょっと、戦略的対談も入れながらね、健康とかを考えるとね、マイペースで毎日を楽しめばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ、やっぱり、若い時にね、経験できたことって本当に今思い返しても、あれやってよかったなとか、あそこ勇気を出してあれやってよかったなとか、あれはチャレンジして大失敗してすごくいろんなものを失ったなとかそういうのはあるんですけども、やっぱなんだろうな、楽しかったかなっていうふうに思いますね。なので若い方は若さを、若い時代を楽しんでもらえたらいいと思います。なんていうのかな、結構人生はっていうとちょっと大げさなんですけど、人生はドラマよりドラマチックだったりしますので、これは私本当に思いましたね。テレビとかそういうので起こるドラマのストーリーより、意外と人生はドラマよりドラマチックだったりとかするので、大いに楽しみなはれと同時に気をつけなはれっていう恐れることはないですけどねっていうふうに思いましたというか思います。で、中高年はね、そのフェーズを抜けてちょっとリラックスモードで中高年人生の踊り場で行きたいなって思います。もちろんね、会社員、社会人の方とかはね、中間管理職なんていう言葉があるようにね、結構大変な、年代ではあるんですけど、4、50代とかね。主婦の方もね、いろいろ、大変な時ではあると思うんですけど、せんべいでも食って、コーヒーでも飲んで、塩豆大福でも食って、食ってばっかなんですけど、マイペースで今日という日を、楽しみたいなと、そんな感じで、いけたらいいっすね、みたいなことを思いました。私は引きこもりをしてるので、ちょっとすごい適当なこと言っちゃったんですけど。そんな感じで、それではまた。